dedicated game channel by Coconetta. みんなお元気？さて今回のコテネタチャンネル最初の話題は前回のアルティメット入手方法の続編。なんとかなりコテネタがイメージした感じと同じだったのでこれってことをお伝えしたくってね。つまりセレブの皆さんにはかなり高額となる55,000で手に入れられる。そして興味なきゃ4000まで頑張って到達するってことで期間中にバトル134回1日平均34回。ちょっとハードル高すぎるけどまあこうすればブースターやパワーセルその他が手に入るってことでランキングの意義も出てくるよね。これを同時複数やってもらいたいねってことでそれじゃ次の話題は火炎系アルティメットを装備したスコーピオンのシングルバトルってことでどう？この威力。中武器2スロット、軽武器1スロットのスコーピオンってあと少し威力高けだなーって思ってたけどまあ重武器エンバーの 3.5 スロット分を装備できたことでもうこれはベヒーモスと同レベルになっちゃいましたでね。これなら上手い下手関係なくそれなりのバトルできなきゃね。スコーピオンのトランスロケーターでそっと敵の背後からこれはもう例えるとエンバーマーク3を装備したベヒーモスが突然現れて5秒間撃ち続けるようなものだよね。そして瞬間に消えていく。かなりぶっ飛んでないかい？そして今回のバトルで一番お伝えしたかったこと、それはアルティメットの武器を手に入れることでかなり使いづらいロボットやもう少し威力が高けりゃなって感じのロボットがまともに使えるようになるってことなんです。まあ少し威力高すぎる気もするけどね。それでもスピアのアルティメットやリーバーのアルティメットじゃ困るけどティアが低い武器や超マイナーな武器がアルティメット化されることで楽しめるってことは悪くないと思うけどね。どうかな？コテネタ的にはアルティメットロボットももちろんいいけどアルティメット武器っていろんなロボットに装備できるそんな汎用性高いとこがかなり気に入りました。なので前回のクリップの通りまっとうなコストをかけることで普通に手に入れることができる。これは絶対だと思うけどね。ギャンブル性高い方法はアウトかな。次回のアップデではアベンジャーやファニッシャー P が登場するよね。あまり威力高すぎるのも問題とは思うけど今となってはスラッグ弾系レベルの威力が普通に手に入れられるからもうある程度の威力は確保できるってなるだろうね。これから期待するアルティメットっていろいろ考えるとゼニットはどうかな。ほぼ当たらないけど一発でも当たると20万くらいのダメージとか。キメラ覚えてる？これなんかはダメージはそのままで当たるまで絶対に不発しないどこまでも追い続けるとか。マグナムってのもいいんじゃない？連射間隔が今は 0.55 秒だけど威力そのままで 0.2 秒間隔で連射し続けるってどう？こんな感じでちょっとやりすぎ感あるけどまあそんな感じでほぼ装備されてない威力も高くないかなりピーキって感じの武器をアルティメット化するってこととなるとかなり楽しいと思うけどね。それじゃこのエンバー 3.5 スロットレベルの火炎系アルティメットを装備したスコーピオンの威力をぜひじっくりとご確認ください。ナレーションは次の話題で再登場させていただきます。
Titan Slayer. それじゃ次の話題だけど、今の環境をぶっ飛んだ方法で解決できないか？そう考えてのご相談です。サムネの通り、もう基本弱体化はしないってことで、これで丸く収まりはしないかなーってね。ご覧の通り、もしそうなると、ヘンリルの耐久値は100万まで上がる。とはいえ、新発売のロボットの耐久値は150万ってね。ケスタスなんかじゃ一発30万オーバー。新武器というと一発5万だったり。おや？どういうことでしょう。つまり、運営サイドもある程度の構成されてるプレイヤーも、新発売はより威力高けりゃいいってことも事実のようだから、常に新発売は上を行ってるでしょ。そしてタイミング見て超絶弱体化させる、売れるためにね。もうこれは止められないならば、ずっと上げ続けるってことすりゃいいじゃない。その代わり旧タイプには弱体化もしない。そして半年1年の時間が経つと旧タイプとの格差が広がるよね。そこでリバランスを行って全ての旧タイプにバフをかけるって方法です。次の話題だけど、コメントいただき、そうか、これってコテネタビューには取り上げなかったけど、かなり楽しそうなことになるアップデだねって改めて思い直したので、空飛ぶファフニールでのバトル見納めのクリップってことで、注目したのは一つ目、ゴースト。アビリティ使用ができなくなり、速度が大幅にアップする。まあ、このスキルは上級者向けって感じで、コテネタには無理だって感じですが、伝統主義者、これはファルコンと同じくかなりの効果が期待できるんじゃない？だよね。通常だと防御率 50% のままで、耐久値がファルコンの例だと 62.5% 増幅。しかも中武器フォースロット、タイフォンと同じ威力を持ってる。なるほどね。こりゃもうアップデコのためにメモリウムの特売を狙って準備しようっと。そんなわけで来週末にはうまくいけば地上戦ファフニールのバトル、いい感じだったらクリップアップしたいって思います。ほんとコメントいただいてようやく気づいたね。このワクワク感、ありがとうございました。それでね、ファフニールの今後のコンビネーションを考えてみると、基本耐久値は19万5000。これに加えてアーマーエキスパートで 15%、モジュールの輸入を1つで 10%、そして伝統主義者で仮に 60% とすると 85%。つまり耐久値は35万1000になるね。数値そのものを見るとぶっ飛んでるレベルじゃないけど、これで防御率 50% でしょう。あとはドローン次第じゃあるけど、シャイだと最大175防御ポイント、63% まで耐久性上がるし、ピルコだと耐久値50万くらいまではバトル中に上げられるだろうから、もうこれは敵地へのビーコンへまっしぐらの突撃ができるよね。まさかのファフニールの突撃なんてね。残るカスタマイズは、そう、装備武器だよね。かなり無理あったけど、音響系フル装備ってやつも不可能じゃないよね。中距離でタイフォンのように展開するのか？近接戦に特化してスラッグ系で行くのか？かなりロマンあふれるね。さて、来週はどんなコンビネーションでバトルしようかな。それじゃ最後の話題は、改めてアドバンシドリペアとアンステイブルコンディットの確認です。まあ、パワーセルを1回60も消費してアンステがいいのか、
アドバンシドリペアがいいのか？答えはないと思うけど、リペアは HP を4秒で基本耐久値の 40%、アンステは6秒で 48% を回復します。これはほぼ変わらないね。ただし、アンステはこの6秒の間 10% のダメージアップが得られます。さらに、ここが一番なんだけど、クールタイムは15秒。ここね、アドバンスと5秒の差があるよね。そして、このパイロットスキル、ロジャーにより15秒が 10.3 秒に短縮し、モジュールエキスパートで6秒の効果時間が 7.8 秒に延長します。もちろん、リペアだって計算は同じなんだけど、近接線で打ち合ってる時の効果ってやつがかなり違うね。約8秒。回復を続け、10秒後にはまた回復できるってとこにかなりの違いが生まれてる気がする。コテネタ的にはかなり使い勝手いいので、クリップ用バトルでは基本アンステでバトルやってます。それ以外じゃコスト考えてリペアなんだけどね。それではナレーションはここまで。ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。